心が元気になる美容健康雑学。更年期、その匂い。実はここでした。誰にも聞けない原因と対策。椅子に座った時、ふと、あれ、と気になる瞬間ありませんか？デリケートゾーンの匂い。実は多くの方が一人で悩んでいるんです。清潔にしているはずなのに、どこか不安が消えない。こういった悩み、誰にも言えずに一人で抱えていませんか？これからの季節、汗をかく機会が増えてきますよね。蒸れやすくなるこの時期こそ、今日の話をぜひ知っておいてほしいんです。実はこの悩み、女性の5人に1人が感じていると言われています。それほど多くの方が同じ悩みを持っているのに、なかなか口に出せずにいるんです。はっきりお伝えしますね。この匂いの原因は、洗い方が足りない、清潔感の問題ではないんです。更年期に起きる、ある体の変化が深く関わっていて、むしろ一番しっかりケアしていた方ほど、逆に匂いが出やすくなっていた、というケースもあるんです。ちゃんとやっていたのに、かえって悪化していた。これ、本当によく聞くお話なんです。更年期の体は、これまでと同じケアが通用しなくなってくることがあります。体の変化に合わせて、ケアも少しアップデートしてあげることが大切なんです。今日は、その意外な原因と、今日からすぐにできる正しいケアを分かりやすくお伝えしていきます。特別なことは何もありません。やり方を少し変えるだけでいいんです。更年期の女性に、特に見逃してほしくない大切なお話です。そして最後には、どうすればいい匂いに変わるのか、具体的にお伝えしていきますね。なぜこの部分は特別なのか。デリケートゾーン。最近はフェムゾーンと呼ばれることもありますね。この部分には、体の他の部分とは全く違う仕組みが備わっているんです。この部分は構造的に凹凸が多く、下着で覆われているため、どうしても蒸れやすい場所なんです。温度と湿度が上がると、雑菌が増えやすくなるので、それだけでも匂いが発生しやすい環境になってしまうんですね。その上にもう一つ大切な話があります。この部分には、常在菌と呼ばれる菌が住んでいます。乳酸菌に近い善玉菌が多く、弱酸性の環境を保つことで悪い菌が増えないようにしてくれているんです。いわば、自分で自分を守る、自浄作用がもともと備わっているんですね。ところが更年期になってエストロゲンという女性ホルモンが減ってくると、この自浄作用がうまく働きにくくなると言われています。粘膜が乾燥して薄くなりやすく、善玉菌が減りやすい状態になってしまうんです。すると外から雑菌が入りやすくなり、匂いが変わってきてしまうことがあるんです。なんとなく前と違う感じがする、急に匂いが変わった気がするという方は、体が変化しているサインかもしれないんです。あなたが不潔なわけでも、ケアが足りないわけでもありません。逆効果になっている NG ケアでは、ここが一番お伝えしたいところです。もしかしてこんなケアをしていませんか？ NG その1、普通のボディーソープで洗っている。一般的なボディーソープはアルカリ性のものが多いんです。ところがデリケートゾーンは弱酸性に保たれていることが大切な場所。アルカリ性のもので洗ってしまうと、守ってくれているいい菌まで一緒に流してしまうことがあるんです。ちゃんと洗っているのに、かえって匂いが気になるようになったという方、これが原因かもしれないんです。清潔にしようとしていた行動が、実は菌バランスを崩していた。この部分は、普通のスキンケアとは全く別の考え方が必要なんです。NG その2、温水洗浄便座を毎回しっかり使っている。清潔を保ちたくて、毎回丁寧に洗浄している方も多いと思います。もちろん清潔にしたい気持ちはすごくわかります。でも、洗いすぎることで必要な潤いや善玉菌が流れてしまい、乾燥やバランスの乱れにつながることがあると言われています。頻度を少し見直すだけで、変わることがあるんですよ。NG その3、織物シートを長時間そのままにしている。匂いが気になるからとシートをつけていると、蒸れが発生して逆に菌が増えやすい環境を作ってしまうことがあります。使うこと自体は問題ないんですが、こまめな交換がとても大切です。2時間から3時間を目安に変えることが推奨されています。今日からできる優しいケアでは、正しいケアをお伝えします。特別なことは何もありません。ほんの少しやり方を変えるだけでいいんです。見直しその1、弱酸性の専用ソープに変える。デリケートゾーン専用のソープは弱酸性に作られていて、
善玉菌を守りながら汚れだけを落とせるんです。ドラッグストアでも手に入りますよ。泡立ててこすらず指の腹で優しく撫でるように洗い流すだけ。熱いお湯ではなくぬるめのお湯で流すことも大切です。概要欄に参考として載せておきますね。見直しその2、お風呂上がりに保湿する。顔には毎日保湿するのにデリケートゾーンは何もしていないという方多いんです。でも更年期は特に乾燥が進みやすい時期。乾燥するとバリア機能が低下して菌が増えやすくなってしまうと言われています。専用の保湿ジェルやオイルをお風呂上がりに少量優しくなじませるだけでいいんです。顔と同じようにこの場所も優しくケアしてあげてください。見直しその3、下着の素材を見直す。化学繊維の下着は通気性が悪く蒸れやすいんです。コットンやシルクなど通気性の良い素材に変えるだけで環境がかなり変わります。ゆったりとしたシルエットの方がさらに蒸れにくくなりますよ。実はコットン素材のボクサーパンツもおすすめなんです。締め付けがなく通気性も良いのでかゆみや蒸れが気になる方には特に向いていると言われています。意外な選択肢ですが試してみると快適さに驚く方も多いですよ。見直しその4、腸と食事から内側を整える。発酵食品を毎日少しずつ取り入れると体の内側から善玉菌をサポートできると言われています。腸の環境が整うと体全体の菌バランスにも良い影響が出てくることがあるんです。ヨーグルト、味噌、納豆、どれも少しずつで十分です。海藻やオートミールなど食物繊維の多い食べ物も腸内環境を整えるのに役立つと言われています。難しく考えなくて大丈夫。今日の食事にちょっと意識を加えるだけでいいんです。あとは水分もこまめに。コーヒーやアルコールよりも水やノンカフェインのお茶を意識して飲むと体の中から整えやすくなりますよ。見直しその後、アンダーヘアを整える。これは少し意外かもしれませんがアンダーヘアを整えることも蒸れや匂いの対策になるんです。ヘアがあると湿気がこもりやすく菌が増えやすい環境になりやすいと言われています。カットするだけでも通気性がかなり変わりますよ。気になる方は VIO 脱毛を検討してみるのも一つの方法です。いつもと違うサインに気づいたら一つだけ大切なことをお伝えします。少し酸っぱいような匂いは善玉菌が働いているサインで正常な状態なんです。だから少し匂いがするだけで必要以上に不安になることはないんです。でもいつもと明らかに違う匂いがする。匂いと一緒にかゆみや違和感もある。織物の色や量がいつもと違う気がする。こういった場合は体が何かを知らせているサインかもしれないんです。その場合は一人で抱え込まずに婦人科に気軽に相談してみてくださいね。デリケートな悩みだからこそ婦人科は慣れた場所。特別なことじゃないですし専門家に見てもらうのが一番の安心です。婦人科のかかりつけを持っておくと何かあった時に気軽に相談できて心強いですよ。今日のポイントを整理しますね。更年期のデリケートゾーンの匂いは清潔にしていないからではありません。ホルモンの変化で自浄作用が弱まりやすくなっていること、そして良かれと思っていたケアが逆効果になっていることがあるということ。これを知っておくだけでケアの方向性がガラッと変わります。弱酸性の専用ソープで優しく洗う。お風呂上がりに保湿する。通気性のいい下着を選ぶ。発酵食品を少しずつ取り入れる。実際にこのケアに変えただけで気にならなくなったという声も多いんですよ。今日からできることばかりです。全部一度にやろうとしなくて大丈夫です。一つでもいいのでぜひ試してみてください。体の変化に合わせてケアをアップデートしていく。それだけで毎日が少し楽になっていきます。もし今ちょっと気になっているならそれは体からのサインかもしれません。更年期の体の変化は正しく知ってケアすれば必ず応えてくれます。これからも更年期の体のこと、毎日の暮らしが少し楽になる情報をお届けしていきますので、この動画が少しでも参考になっていただけたらぜひ高評価とチャンネル登録をしてもらえたらとっても嬉しいです。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。免責事項。この動画は一般的な情報提供を目的としており、医療上のアドバイスではありません。体の不調や気になる症状がある場合は、必ず医師や専門家にご相談ください。